書道入門。抜く縦線、謙信をまっすぐ書く。この動画では字を書くことが楽しくなるヒントをお伝えしていきます。こんにちは、書道作家の山田しおりです。創作文字を生かしたロゴ制作や抽象作品を国内外で展示しています。今回は私も苦手な抜く縦線の書き方です。苦手だからこそ理屈で覚えてまっすぐ書ける打率を上げました。今日はそのコツをお伝えしたいと思います。抜く縦線のことを謙信と言います。この謙信の収筆を抜くときにブレてしまったり、収筆の形がきれいに抜けなかったりしませんか？謙信は書き順も最後になることが多くて、せっかくうまく書けていたのに最後に失敗してがっかりしてしまったりということもあるかと思います。鍛錬をされていて無意識に筆を動かせるようになれば意識せずきれいに書けるかもしれませんが、私自身どうしても意識してしまうので、どうやったらうまく書けるんだろうって考えて安定して書けるコツを習得しました。今日はそのコツをお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。まず書く前にチェックポイントが2つあります。1つ目は手首で書くのではなく肘から動かして書く意識です。その時に紙が体に近すぎると収筆が書きにくくなるので、肘から動かしてみて線を引きやすい距離に紙を置きましょう。2つ目は筆の先がきれいに円錐状にまとまっていることを確認します。これが偏っていたりすると書きにくくなってしまうのでチェックしてみてください。続いて線を分解して説明します。起筆は45度の角度に涙の形で筆を入れます。そして筆を紙から浮かさないように筆の向きを線を引く方向にまっすぐにします。まっすぐにしたらそのままスーッと線を引きます。収筆の抜く形が始まるポイントから筆をまとめながら上げていきます。そして今日お伝えしたい打率を上げるポイントがここからになります。ではどのようにするかというと、収筆の形を作るポイントに来ても線を引いていた時と同じ力を紙に加えながらそっと筆をまとめながら離すというイメージです。では実際に書いてみます。筆の弾力を使いながら線を引いていきます。続いてスローモーションです。今回分かりやすいよう斜めからも撮りました。
筆が紙に力を加えたままなのがわかります。一定の力を加え続けることで、書いている手も安定してぶれにくくなります。それでは先ほどのコツを意識した書き方で謙信を使った漢字を3つ書いてみます。1つ目は10、2つ目は中、3つ目は卒。卒業という字は私が小学生の時に課題に出た字なんですけれども、本当に何度も練習した記憶があります。画数が多くて難しいですよね。いかがでしたか？書いた字の印象を決めてしまう謙信が上手に書けるとモチベーションも上がりますね。今回も理屈で書きやすいコツをお伝えしました。ぜひ参考にしてまっすぐ書く打率を上げてみてくださいね。